皆さんこんにちは、書道家の上平大我です。今回の動画はこちら、オレンズネロ05の書き心地を検証してみたです。イエイ。はい、ということで、皆さんですね、待望のオレンズネロ05が、先週、10月9日にメーカー出荷で発売がされました。そして10日経った現在ですね、ようやく私の手元に届いたということで、こちらのご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、前回の動画はですね、商品の紹介を含みつつ軽く字を書いて、感想という形でお話をさせていただいたんですが、今回はですね、前回ご紹介させていただいた 0.3mm とあとは今回の05ですね、この比較をしていきたいと思います。美文字の専門家というかですね、普段毎日字を書いているからこそ分かるような、感想だったりとか、商品の特徴だったりを書きながら皆さんにご紹介していきたいと思います。ちなみに、このチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しております。まだチャンネル登録してないよという方はこちらの動画を最後まで見ていただいて、よかったなと思ったらチャンネル登録していただけますと非常に嬉しいです。早速ですね、こちらのオレンズネロ05を書いていきたいんですが、今回の比較対象としては前回レビューさせていただいたオレンズネロの 0.3mm、こちらと比較をしてどのような感じか、そして綺麗な字を書くためにはどちらの方が適しているのか、そういったお話を書きながらしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは早速オレンズネロの2つを比較していきたいと思います。こちら2本ですね、今持っています。下が05で上が 0.3 ですね。はい、では早速始めていきたいと思いますが、まずはこちら 0.3 からいきましょう。 0.3 は前回お話しさせていただいたんですが、綺麗な字を書くためにも適してますし、かっこいいというところでお話を進めていきました。今回も、ありがとうという言葉をまずは書きたいと思います。りがまずはひらがなですね。ひらがなを書かせていただいて、中でも柔らかくも書けますし、書きやすいっていうところ、こちらは以前と変わらずございます。では続きましてこちらの05を書いていきたいと思います。05はですね、今回ちょっと芯書きやすさが滑らかになっていたりとか、いろいろ機能があるみたいなんですが、今もうここで書かせていただいた感想で明確な違いがありました。それはですね、今回の05、こちらに関して言うと鉛筆に近い感覚で書けるシャープペンシルかなと思いました。芯が05ということでやや太めというのもあるんですが、それを度外視したとしてもですね、非常に書き心地が鉛筆に似ていて書きやすかったように思います。見た目のですね、出来上がりの字は比較していただくとあまり変わりはないように見えるんですが、書いている時の書き心地でいきますと、この 0.5 が圧倒的に今良かったですね。ひらがなというところで書かせていただきました。次漢字いきましょう。同じくですね、また 0.3 ですね、こちらからやっていきたいと思いますが、木という字にしましょうかね。こちら今から木という字を書いていきますね。これが 0.3 です。やっぱりちょっとですね、紙にどこか抵抗があるというか、0.5 と比べるとちょっと書き心地が劣るのかなと思います。続きまして 0.5 ですね。 0.5 ですけども書きます。なるほど。はい、
やはりですね、先ほど申し上げた通りで同じですね、感想としては、まず紙への摩擦というものがですね、適度な引っかかりということで非常に書きやすかったなと思います。滑らかということです。つまりどういうことかというと、おそらくですね、ずっと書いていても疲れないというところがまず一つあります。そしてそれだけではなくてですね、やはりこの滑らかに書けるということは、文字のこの点画と呼ばれる部分、例えば普段からお伝えさせていただいている私筆、収筆、そしてこの送筆の部分ですね、運筆、そしてこういった払いとかですね、こういったところも全て書きやすいんじゃないかなと思います。疲れずに書けるので、基本的に私は鉛筆とか、硬筆をするときは鉛筆での練習を推奨させていただいてるんですけれども、美文字練習をする上においても、使っていただいても今のところ問題ないんじゃないかなと思います。たくさん長文を書いていくとどうなるのかちょっとわからないんですが、今ですね、現在の書き心地としては、シャープペンシルの書き心地というよりは結構鉛筆に近い滑らかな書き心地だと思います。いや、これめちゃくちゃいいですね。はい、私は本当好きです。これなんかすごいハマりそうです。ちなみにお値段もですね、前回同様で定価3000円で、今回私は2680円で購入させていただいたんですけれども、なかなかですね、シャープペンシルということで考えるとお値段、いい値段というか結構な値段がするので、なかなか手を出しづらいかもしれないんですけど、これはですね、もうなんて言ってるんでしょう、前回の 0.3mm の時もお伝えしましたが、このですね、ロットの部分もそうですし、トータル的なフォルムとかですね、とってもかっこいいということで、まさにおすすめできるシャープペンシルだと思います。綺麗な字を書くために、練習をするために、そういった時にもかなりいい形で使っていただけると思います。書いた文字がですね、ありがとうとキーと、この言葉だけにはなってるんですけれども、どんどんですね書いていってですね、05は、非常におすすめですよということが言えます。はい、ということですね。あまりダラダラとご説明していてもあれなので、もう手短にここの辺で終わらせていただくんですけれども、ぜひですね、皆さん一度手に取っていただいて、さらさらと文字を書いていただくと、この書き心地っていうのが感じられやすいかなと思います。そしてですね、前回私 0.3 を使わせてもらって、こちらもかなり書きやすいと思ったんですが、やはり比較をした時にですね、どういったものなのかっていうのが分かりやすかったのかなと思いますので、皆さんもですね、ぜひ何か自分に合ったシャープペンシルを見つける際にはいろんなものを比較していただいて、そちらですね、使いやすいものを見つけていただくと、より練習のモチベーションも上がりますのでいいのかなと思います。とは言いつつも、この3000円クラスのシャープペンシルを集め続けるというのは結構大変、経済的にも大変かなと思いますので、そこまでですね高価なものではなくても、揃えていただいて比較をしていただくというところで十分かなと思いますので、またそういったですねちょっと安価な、手に取りやすいシャープペンシルのご紹介なども今後していきたいと思います。なのでぜひですね、見逃すことないようにまたチャンネル登録していただけますと非常に嬉しいです。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんでオレンズネロ05を買ってたくさん字を練習していきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。